皆さんいかがアクアを過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、前回の動画ではたくさんのコメントありがとうございました。アクアリウムをやっていたら警察が来たというお話をさせていただきましたが、皆さんのねコメント本当に、たくさんいただきまして、その中で、確かにそうだなと思ったのが、おそらく定期巡回だということで、特に私が何か悪いことをしたというわけで来たわけではなくて、警察の通常業務の一環だということのようです。いやー、そう信じたい。はい、ということで今回なんですが、アクアリストによるアート制作の過程をお見せしていきたいと思います。はっと思われた方、安心してください。私の頭の中も同じ状態です。今回も具体的な内容は何一つ決まっていない状態で始めます。で、そもそもアートって何だということなんですが、アートとは一定の材料、技術、身体などを駆使して鑑賞的価値を創出する人間の活動及びその所産、絵画、彫刻、工芸、建築、歌、音楽、舞踊などの総称、特に絵画、彫刻など視覚にまつわるもののみを指す場合もあるというふうに広辞苑に載っておりました。つまりは人間が生み出す鑑賞的価値のあるものということになるかと思います。で、私アクアリウムをやっておりますので、このアクアリストが考えるアートとは何かということで、考えて今回は作ろうと思っています。で、場所はですね、こちら。この壁なんですが、もともとはですね、反り立つ壁ということで、めちゃくちゃ邪魔な壁だったんですが、この壁にですね、何かしらアート作品を作ってやろうというのが今回の動画の趣旨です。長々とご託を並べても仕方がありませんので、早速作っていきます。まずは素材をカットしていきます。まずはカットしているのが厚さ 15mm のランバーコア材ということになります。とにかく軽くて強度の高いこちらの木材、めちゃくちゃね使い勝手いいですよね。で、それをあらかたカットしましたら、次はこちら溝を掘っていきます。はい、久しぶりに登場のこのトリマーで約幅1センチぐらいの溝を掘っていきます。深さは適当です。今回作るものでこの溝がね結構ポイントになってきます。さあ皆さん、私が果たして何を作っているのかはお分かりでしょうか。アクアリストのアートというと、そもそも水槽とかね、もうこれも一つのアートと言っていいと思うんですが、今回はね違います。壁にかけるアートを作っております。はい、ということで綺麗に溝が掘れたので、次の工程に移ります。お次はこちらのパーツを組み立てていきます。で、まずは普通の木工用ボンドで貼り付けて、そしてネジ止めをするという工程を踏んでいきます。とりあえずこのように箱型に組んでいきます。この箱ってね結構作るの楽しくて、私ねもう全然関係ない箱とか、なんか余った端材とかでねついつい作ってしまうんですが、皆さんそんなことないでしょうか。はい。で、このねネジ止めをするこの動画というか、その映像って私結構好きなんで、皆さんもちょっとね音声なしで見ていただけたらと思います。最高ということで、次に行きます。お次は防水処理ということで、はい、こちらの塩ビシートを用意しました。というか、余った塩ビシートになるんですが、こちらをカットしていきます。こちらの塩ビシート、アクリルとの違いはですね、若干アクリルよりもなんて言うんでしょう、粘り気があると言いますか、このアクリルって結構パキンと割れるイメージがあるんですが、こちらの塩ビシートは結構柔軟性がありますので、はい、なかなかねうまく、カットすることができない可能性があります。ですのでしっかりとこのカットする時のその線の深さですよね、これかなりねアクリルよりもやった方がいいです。そうじゃないとこうなります。はい、若干端っこが欠けちゃったんですが、はい、意外と失敗がねアクリルよりも多いような気がします。はい、では材料がカットできましたら、マスキングテープでこのように組みまして、でそこに接着剤、接着する溶液を流し込んでいって接着をするということになります。接着剤塩ビ用のものっていうのを使っているんですが、これがねなかなかすぐに接着しないんですよね。アクリル用の接着剤ってアクリル同士瞬時にひっつくんですが、なかなかねこの辺がもどかしいなと思います。でこれだけでは不安なので、これバスボンドですね。
でこちらをこの接着するところに流し込んでいって、さらに強固に接着していきます。この工程は防水処理ということになりますので、やはりこのシリコン系の樹脂っていうんですかね、これでしっかりと防水処理をした方がいいかなと思います。それでは次の工程に進みます。次はライトを仕込んでいきます。こちらのライトは私が愛用しているテープライトになりまして、USB 電源から取れるそのようなテープライトになります。これをですね、先ほど掘った溝にこのように入れていくということになります。はい、点灯するとこんな感じ。もうこの時点でなんとなくいい感じですよね。はい、そしたら次の工程が、その箱の中に先ほど私が塩ビシートで作った容器というか、これも箱になるんですが、これを入れていきますと思ったんですが、入りませんでした。再度箱を少し小さくして作り直しました。はい、でお次はこちらです。こちらは以前チャームさんで購入したボタニカルマットというものになります。いやー、めちゃくちゃね、前に購入して全然使ってなかったんですよね。これかなり吸水性のある保水性のある素材になりまして、ここにですね植物とかを植えたりすることができる、そんなものになります。サイズカットしててこれ気づいたんですが、めっちゃね粉出ます。その粉がですね、なんとブラウニーの匂い。はい、なんかねアリさんとかが引きつられてこないかっていうのが結構心配になるぐらいブラウニーでした。こちらをさらにカットしていきます。ちょっとこれねかなり分厚いので、半分ぐらいに、このような形でノコギリでカットしました。こうすることで機能性が損なわれるかどうかは分かりません。でこちらをですね、先ほどの余ったバスボンドで、貼り付けていきます。結構バスボンドね、これ割と高価といいますか、容量少ないにもかかわらずそこそこねいい値段するので、本当は別のものを使って貼り付けた方が、安上がりかもしれません。はい、この超巨大ブラウニーを貼り付けていきます。こんな風にねブラウニー言ってたらちょっと私気になってきたので、若干かじってみました。その味はほのかに甘いスポンジです。食糧危機が起こったら食べます。はい、で次ですが、蓋を作るという工程に移っていきます。蓋なんじゃそれということなんですが、先ほど作ったこの箱型のもの、そちらの蓋になります。先ほども使ったトリマーでですね、このような溝を掘っていきました。これ深さ多分3ミリぐらいで、横幅5ミリぐらいですかね。適当です。でそちらをですねこのように、ボンドで、四角く枠のようなものを作っていきます。やっぱりね気になったので、こんな風に斜め45度カットも入れながら、なんとなくね衣装性が高いようなものを作ろうと考えています。ただねこれやってて気づいたんですが、やっぱりボンドだけだと明らかに強度が弱いということで、こちらのホッチキスみたいなやつ、これなんて言うんですかね、ちょっと名前分かりませんが、もう見た目完全にホッチキス、これを木に打ち込んでいきます。その土台にですねこちらをはめていきます。これガラスなんですけど、皆さん何のガラスかお分かりでしょうか。実はこれ水槽の蓋になります。45センチ水槽の蓋が、余っていたというか、私ほとんどね蓋使いませんので、このもったいないので蓋を再利用しようということでこのサイズにしました。でこんな風にボンドで貼り付けることでですね強度を増すということになります。それでは箱作りの最後の工程になります。先ほど作ったこの蓋にですねこんな風に、これ長板っていうんですかね、長板を取り付けていきます。この時点でねもうだいぶ全体像が見えてきました。皆さん私が作っているものお分かりになったでしょうか。ということでこれで箱作りは一旦終了になります。それでは次です。ようやくここからレイアウトを開始します。ここからようやくアート作りの本番ということになってくるかと思います。私が愛してやまない流木にたっぷりと変成シーラントを塗りたくって、先ほどのチョコブラウニーにビチョと貼り付けていきます。変成シーラントは硬化するのがかなり早いものになるんですが、おそらく3日ぐらいはね開けた方がいいかなと思います。でお次はこちらの石を貼り付けていきます。こちらの石なんですが、魔鉱石という、これもねチャームさんで購入した石になります。見た目は溶岩石みたいなんですが、かなりねキラキラ感、ラメ感のある、なんかねおどろおどろしいと言いますか、特徴のある石ですよね。こちらも私が大好きな石になります。でこれを貼り付けたらこんな感じになります。
はい、妻にこの写真見せました。一言、こんな丸い石あるの？これって褒めるところがないときにその帽子かわいいねみたいな、そういう感想のレベルでしょうか。残念。まあ所詮素人にはわからないですよという励ましのコメント待っています。さあ、ではいよいよ終盤も終盤、植栽をしていきます。当然これがないとアクアリストのアートとは呼べません。でまずは素材であったりボタニカルマットを湿らせていきます。で今回使うのがこちら。これね、多分プレミアムモス。正直分かりません。水蒸化していて正直ねあんまり分かりにくいんですが、なんかねプルプル感あるので多分プレミアムモスということにしておきましょう。プレミアムモスってねかなり成長遅いので割と高価というか、500円玉サイズで1000円とかね結構いいお値段しますよね。はい、そんな高価なモスを惜しげもなく貼り付けていきます。でこれねやってて気づいたんですが、やっぱりね明らかに数が足りない。正直よくわからないので、もう結局ねこんな風にいろんなモスを貼り付けちゃいました。一応ね全て水上溶化しているモスなので、多分枯れることってねあんまりないかと思います。でアクアリウムをやっているものとしてやっぱりこれはね外せない、これブセファランドラです。いやーこれね水中用なんですよね。この辺りがね正直不安ではあるんですが、でこれもね、こちらが多分クダガンだと思います。クダガンも水中用でめちゃくちゃね増えていたので、こいつを使います。これも水中用ですので、これ水上に置くとどうでしょうか。もしかしたら一旦枯れるとか、それかもうね小さいものはもうダメになってしまう可能性もあるかなとは思います。で最後にこちら、これオゴステモンヘルフェリーというね、これもねめちゃくちゃなんかこううねうねしてかっこいい水草なんですが、こちらも水中用になります。いやこれさすがに無理かもしれませんね。ただアクセントとしては結構ねいい感じの水草になるので、こいつも使いたいなと思って入れました。では最後の金具の取り付けの工程に移ります。蓋を取り付けましたので、これをつけてます。これねサイドに取り付けておりまして、蓋がですね勝手に開かないようにする留め具になります。このように非常にね簡易なものなんですが、なんかこう宝箱とかねそんな感じのイメージでしょうか。鍵をかけることもできます。ということでライトも点灯しまして、最後です。これね立てることができるのかということで、だいたいね3日ぐらい経ってるので多分大丈夫じゃないかと思いますが、どうでしょうか。無事立ちました。では最後の後ろの金具のパーツの取り付けです。これこんな風にですね実は壁に取り付けるパーツになります。こちらのパーツを壁側につけてこんな風に引っ掛けて固定する、そんな金具になります。これ後ろ両面テープひっつけてこのままねバッと貼り付ければ位置が固定されるかなと思ったんですが、いやーこれねめっちゃ重くて無理でした。で結局普通に寸法を測って4箇所ネジ止めしました。2箇所でねいけるっちゃいけるんですが、強度不安だったので4箇所にしました。さあ果たしてうまく貼り付くんでしょうか。ガチャッとしっかりと固定されました。おそらく少々のねことでは外れないんじゃないかというぐらい強度はあります。さあではいよいよ完成です。ライトスイッチオンということで、これで完成しました。ということで皆さんいかがでしょうか。実は今回作ったのが生きた植物アートでした。いやーどうですかね。アクアリウムを楽しむものとしてはこう水草を使ったっていうところがね結構最大のポイントなのかなっていうふうに思います。で水槽の蓋なんですが、これねこんな風に切れ込みが一部ありまして、これはあえて取ってということで考えるようにしました。で日々のメンテナンスは毎日ね霧吹きをしてあげるということになります。
早速落ちました。はい。ちょっと石がないところね、やっぱり引っかかりが悪かったですね。はい。で、あとはですね、こんな風に水が溜まるところっていうのがありますので、はい。そこをですね、定期的に排出をしてやることでメンテナンスをするということになります。はい。ということで、今回はアクアリストのアート制作ということで、生きた植物を壁掛けにしてね、こうアートとして楽しむという様子をお伝えしました。個人的には結構ね、満足いく結果になったんですが、皆さんのぜひ率直なコメントをいただきたいなと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。